こんにちは。今日は10月に使った手帳を紹介していきたいと思います。10月はちょっと増えて1,2,3,4,5冊使ってました。でもこのトラベラーズノートの中に手帳3冊分入ってるからトータルで7冊使ってました。なんかいきなり増えたんだけど1冊ずつ中身紹介していきたいと思います。まずは毎日使ってて持ち歩き用にもしているトラベラーズノートパスポートサイズから。これは持ち歩くときはこのポーチに入れて持ち歩いてます。9月の半ばくらいにトラベラーズノートこのキャメルの外側に変えたんだけど、私のキャメルお手入れしすぎて色がめちゃくちゃ変わっちゃってて、このタグが本来のキャメルの革の色なんだけどめちゃくちゃ濃くなってます。でこの間お手入れしたんだけど、キャメル持ち歩くと傷がつきやすいから持ち歩きにしたら傷だらけになっちゃうかなと思ったんだけど、お手入れしたクリームが良かったのか、それともこのポーチに入れてたのが良かったのか、全然傷が目立たない。後ろのこの辺とかは新しい傷ちょっとできてたりするんだけど、このねチャームが当たってるところとか全然なんか傷がついてなくてとても嬉しい。何が良かったんだろう。ポーチに入れてるのが良かったのかな。でもチャーム擦れたらさ、ポーチに入れてても擦れるよね。トラベラーズノートこの間ラナパーじゃなくてブリオのクリームで手入れしたんだけど、それが良かったのかポーチに入れてるせいかわかんないんだけど、割と綺麗なまま使えてます。でこれは2022年の時にトラベラーズノートのダイアリーを買ったらもらえたタグをつけてます。緑色かわいい。これもね端っこの方とかはちょっと経年変化してると思う。こんな感じ。ゴムが擦れてるとこ、これゴムの量がついてんのかな。こんな感じ。この辺は多分そんなにしてないかな。でこんな感じでトラベラーズノートには M5 の手帳と、あとノーリツの小型版の手帳と、あとトラベラーズノート若干はみ出すかはみ出さないくらいのサイズの薄い手帳の3冊を入れてます。で開くとここにコットンジッパーケースを入れてます。これこっち側は何も入れてないです。ただの飾りになってる。反対側はなんか入れてたような気がする。反対側は予備の M5 のリフィルと、あとここにちいかわの付箋が入ってました。これは付箋としても使うしシール代わりにもしてます。であとクリップ、このくらいしか入ってない。であとはここにクリアのジッパーケースをつけて、ここは M5 のシステム手帳ゾーンになってます。これ詳しいリフィルの入れ方とかは前の動画で説明してるので今回はちょっと説明しないんだけど、この中は3コインズで買った推し活お守りのウルトラ開運を入れてます。であとは私の推しのストレイキッズのアイエンくんのアクスタ。これねアクスタの表面にセリアで買った反射防止の保護シート的なのを貼ってるからあんまりこう反射しない。こっちのね黄色と合っててかわいい。
で M5 のリングはこれは楽天で200〜300円くらいだったかなで買ったリングを入れてます。11ミリリングだった気がする。で最初のところには推しのトレカを挟んでて、ここはアッシュフォードの日付フリーのマンスリーに自分で日付を書いて使ってます。これとりあえず12月分まで入れてて、2025年は新しいリフィルを買ったので、これは今年いっぱいで終わる予定です。この後ろ側にはとりあえずなんかやろうリストを入れてます。やれるかやれないか関係なく、とりあえずなんかこれやりたいなとか欲しいなと思ったものをとりあえず書き出すリストにしてます。10月はちょっとできてるね。半分まではいかないけどやりたいことはできてました。でここに予備のリフィルを何枚か入れてて、でここはセリアで買ったチーカーのメモ帳を切って穴を開けてリフィルにして、ここにその日やりたいこととかやらなきゃいけないこととかを書いておくデイリーのリフィルにしてました。これね、残り1枚になっちゃって、で新しくちょっと作るのめんどくさくなってきたから、11月は普通の雑記用のリフィルを入れて、普通の無地のリフィルになんか適当にシールとか貼って書こうかなと思ってます。これは毎日書くわけじゃなくて、やることが多い時とか先に決まってることがある時に書くので、そんなに使わないかな。でこの後ろ側はこの辺までメモリフィルになってます。適当なリフィル、これこの間お高ついた日の前の日に計画立ててたリフィルとか、あと YouTube やりたいことを書いてたり、あと編み物を私ハマってて、それのメモを書いてたり、これね最近ハマりだしたセーラーを作ってるんだけど、それをプリン風にしたりクリームソーダ風にしたり、食べ物モチーフのセーラー服とサルペットを作るのにハマり始めまして、これはプリン風のやつ、かわいいでしょ。中もプリンっぽくしたやつ、めっちゃかわいい。こういうの書いてたり、あとなんだろう、あと手帳のことをメモしてたりしてます。この辺もリフィルを分けてるのは、なんかこうちゃんとリスト系にしたいやつはこのアッシュフォードのドット方眼のリフィルにしてて、別に適当に書きたいやつはこれトモエリバーの A4 の用紙を自分で M5 サイズに切って穴を開けたリフィル、これに書いたりしてます。であと編み物系のリフィルはこのアッシュフォードのメモリーフライトに書いたりもしてます。でこんな感じで、ここはアッシュフォードのクマ耳のリフィルを入れてます。かわいい。このクマの間はオタク系のメモリフィルとかリスト系のリフィルを入れてます。こんな感じ。これね、ついこの間シーインで買ったイヤリーチェッカーっていうガントチャート的なリフィルを入れてみました。こんな感じでペーパーモアっていう、これ多分中国のメーカーのリフィルなんだけど、めちゃくちゃ韓国っぽくて可愛いなと思って商品ページにあるやつ全部買ってみたんだけど、めっちゃ可愛くない？これ特にこれが可愛いなと思って
タイムラインのリフィル、全部 M5 サイズなんだけど、これをねちょっと使ってみたいなと思ってここに入れてます。これはねガントチャート、推し手帳にもこういう風にガントチャートを使ってるページがあるんだけど、それを M5 にもこれ入れれるじゃんと思ってこれ見つけた時に、同じ内容なんだけど推しのインスタとかバブルとかの更新チェックと、あと YouTube とかの更新された日にチェックして、これここしか書いてないんだけど、でライブがあった日ここにチェックしてどこでライブしたのかとか書いておいたら見返しやすいかなと思ってこれを使ってみてます。で予備のリフィルも入れてて、でこの後ろ側はこれはプロッターのトゥードゥーリストのリフィル、これこの間買ったんだけどめちゃくちゃお気に入りのリフィルになりました。これはストレイキッズが今ワールドツアーをしてて、で日本でも今月11月と12月にライブがあるので、そのチケットの申し込みと当落のスケジュールをここに書き出しました。ハートついてるのは取れたとこ1枚だけ今のところ取れてて、1日はライブ行けるんですよ。でもねあと1日くらいは行きたいなと思ってるけど難しそう。でこっち側はライブのある日付と場所と、あとキャパ、その会場のキャパと、あと海外で日本と時差があるときはここに時差を書いてます。こんな感じで、これはダヴィンチのリストのリフィルに先の予定を書いてたり、あとこれ買ったものとか予約したものを書くリフィルにしてます。これに書いてないのもちょっとあるんだけど書かなきゃな。で私引っ越しが急に決まる時があるので、住所変更予約してる時にどうやればいいのかをメモしておきました。でこれはオタ活に行った時の記録とこれから行くところを書いてます。こんな感じで、これは推しの好きな美女のリスト、これ毎回紹介するたびにこれ出てくるんだけど何も変わってない紹介するたびに綺麗に書き直したいんだけど。でこのもう一個の耳の後ろはオタク系以外のメモリフィルです。これはアシュフォードの Don't Forget リフィル。私こういうトゥードゥーリストとかこういう系のリフィルが好きなことに最近気づいていろいろ使ってるんだけど、これは欲しいものリスト、欲しいけどすぐには買わないものとか、別になくてもいいものけど欲しいもの、そういうのを書いておいて、で買ったらここにチェックを入れてます。これはここに2024って書いてるから、ここが2023年からなんだよね。2024年こんな感じで書いてます。今ね11月の何日だっけ、6日だっけな、11月の6日だ。プロッターの M5 サイズのシュリンクが発売されるんですよ。知ってます私プロッターのねシュリンクの黒がめちゃくちゃ欲しくて、ここにも書いてんだけどプロッターのシュリンク欲しいって。でもミニロックサイズはあんまり私使わないんですよ。 M5 が好きだから。でもこの時はシュリンクの M5 がなくってミニロックって書いてたんだけど、ついにプロッターのシュリンクの M5 の黒が発売されるってなって、今もう買おうかどうか悩んでるんですよね。私2024年に革の手帳を一冊も買ってなくって、
そのまま2024年革の手帳買わないつもりだったんだけど、これがね発売されるという噂を聞いてからどうしても欲しくて欲しくてたまんなくて今葛藤してます。これ多分9月の27日に発表があったんだよね多分。そっからねずっと悩んでんの。どうしよう、どうする、買っていいかな欲しいんだけど。でこっちは買った手帳のリスト、これは2021年からつけてるんだけど、見て、2023年の8月にプロッターのプエブロレッドの魅力を買ってから私手帳を買ってないんですよ、革の手帳を。だからさ、いい加減買ってもいいかなと思ってずーっとね最近悩んでます。買ってるかも、めっちゃ欲しいからプロッター買ったら多分トラベラーズノートこの形ではなくなるかなと思います。であとはこれ借りたりネカフェとかで読んだりした漫画のリストを書いてて、でここは次に読みたい漫画のリストを書いてます。これ次11巻から読むとかそういう感じで、あとは2024年のウィッシュリストもこの Don't Forget のリフィルに書いてます。もうね、あと今月あと2ヶ月しかないけど埋まらない気がするんだけど、この辺とかこの辺とかこれはねちょっとだけ読み書きはできるようになってるから、ここはまあ三角ぐらいでやっておこうかなと思ってんだけど、ここは埋まるでしょ。ここもチケット取れたらいけるから半分くらいは埋まるかな。埋まったらいいな。あとこれ2023年のウィッシュリストそのまま挟みっぱなしで、ここはさっきデイリーの前にあったとりあえずなんかやろうリストの済んだやつ、終わった月のやつをここに挟んでます。これリフィル紹介するの忘れたんだけど、アッシュフォードのこのなんていうの、小口がシルバーのリフィルを入れてます。わかるかな、この枚数で。ここはちょっと光ってるんだけど、それを使ってます。でプロッターのペンホルダーリフィルにフリクションの4色のクリアタイプをこうやってただクリップのところを挟んでます。これは茶色とオレンジと青と赤を入れてます。であとこれは100均で売ってる剥離紙シート、これを半分に折って穴を開けてシールをちょこっとだけ貼ってます。でこの M5 のリングゾーンは終わりで、クリアジッパーここにケロッピのクリップを挟んでます。特に何も一緒に挟んでないんだけど可愛いから挟んでます。可愛い、ちょっと跡ついちゃってんね。まあいっか。でここはこれどこだっけ、キャンドゥかな、キャンドゥで買ったシールをそのまま入れてるだけだからめっちゃずれる。これで押さえとけばいいのかな。こんな感じで、これは自分で推しの写真をこのポケットに入るサイズでチェキ風に印刷したやつをキラキラのスリーブに入れてここに入れてます。かわいい。ここはトラベラーズノートのクラフトファイルに手帳を2冊挟んでます。まずこっち側はこれはノルティのライツ3の小型版の4月始まりのを入れてます。
ノルティのライツマンスリーがいろいろなタイプに分かれてるんだけど、ライツ3はこういうブロックタイプのマンスリーです。ブロックマンスリーはこれはその日にあったことで後からパッと見返したいことを書いてます。この辺とか書くことありそうなんだけど、ただ書いてないだけかな。こんな感じで、10月分この辺からか。ライツはこんな感じで雑に使ってます。これ全部フリクションで書いてて、ここに入れてるフリクションでだいたい書けるようにしてるんだけど、これはフリクションパン柄で、ここが黒で、ここが緑色で、ここがピンクに入れ替えて使ってます。で、私自分の予定で書くことってあんまりないから、推しの予定を緑で書いて、で大事なこととか締め切りとかそういう系をピンクで書いてて、日記的なその日のこと一言で空いたスペースに書いてるんだけど、それは茶色で書いてます。こんな感じで、右側はメモとか、あとその週にやりたいこととか、あと欲しいものとか、いいなと思ったものをとりあえず上から順番にこうガーッと書いていくメモスペースにしてます。で、やりたいこととか欲しいものはチェックボックス入れて、バレットジャーナルみたいにこの週が終わって次の週もやりたいなと思ったらこっちに書き写したり、そういう感じにしてます。この横の線が入ってるやつは翌週に持ち越ししたやつで、チェックは普通に済んだやつで、バッテンはキャンセル。そんな感じ。こんな感じで10月は使ってました。この左側はね、全部埋めたいなと思ってるんだけど、右側は下が空いてても別にいいかなっていう感じにしてます。こんな感じで、たまに写真を貼ったりしてます。で、今週がね、とても気圧の変化と気温の変化で体調が悪くて全然書いてない。この辺とか何したかも覚えてないなんか記録に残したいと思うことだけ書いてるんだけど、それすらも多分ないかもしれない。覚えてないってことは、こんな週もあるということで、こんな感じでライツを書いてます。で、この地下鉄の路線図のとこは使わないので付箋置き場にしてます。これはダイソーで買った方眼の付箋と、これはキャンドゥで買ったサンリオの付箋を貼ってます。ライツはこんな感じ。これは4月始まりなので来年の3月までは使おうかなと思ってます。で、こっち側には入れ子手帳を入れて使ってます。こんな感じで2024年の7月から2025年の1月までの分が入った手帳です。これ本当は分冊されてるのでナンバー1とナンバー2とあるんだけど、私分冊された後半の分だけ夏頃だっけなに買ったので1冊しかないんだけど、本当は1年で使うには2冊あります。で、表紙には自分でシールを貼りました。で、これは推しのストレイキッズの供給をまとめるようにしてて、こんな感じで書いてます。これ上にガントチャートがあって、
でガントチャートを見ながらこう下をめくって週のバーチカルをかけるという、とっても使い勝手がいい手帳で、これ私でもバーチカルは時間軸を無視してこういう風に時間の上に記号を書いて推しの供給をまとめる手帳にしてます。でここは SNS が更新されたら点を入れたり、ライブがあったら点を入れたりしてます。これねすごい使いやすいんだけど、小さいからトラベラーズノートにも入るんだけど、でもめちゃくちゃ供給が多めの日は書ききれないこともあって、ちょっとね取捨選択をしながら書かないといけない感じ。これはねちょっと2025年使うかどうか今悩み始めてます。とりあえず12月まで使ってみて、で12月からあと推しの供給まとめにいいなと思った手帳をもう買ってあるので、この辺2冊一緒に使ってみてどっちがいいか考えながら来年買うか決めようと思ってます。だからまだ買わないかな。12月くらいに在庫が残ってればいいんだけど、まだ来年使うかは決まってない手帳です。でここに戻す。これね本当にサイズ感がいいんだよね。薄いのがとてもいい。こんな感じ。私こうやって1個の手帳にまとめておかないと絶対に毎日書かないので、とりあえず供給をメモするようにこれここに入れといてもいいかなっていう感じはしてるんだけど、まだ悩み中です。でこんな感じで毎日使ってるトラベラーズノートでした。10月に使った2冊目はプロッターのプエブロレットの M5 サイズです。こんな感じ、パンパンになっちゃってる。これは雑記とリフィルの保管用になってます。こんな感じ。私の手帳には絶対に推しのトレカ挟んでます。でこっち側は自分でね編んだポケットリフィルを入れてます。これ会心の出来棒針編みを始めて2作目くらいの作品だからあんまり綺麗じゃないんだけどそこそこよくできて、でこの中にはこんな感じで推しの写真を印刷して推し手帳に貼り切れなかった余ったやつを入れてます。これをねシール代わりにして雑記に貼ってる時もあります。であとはトレカが謎に1枚入ってた。こんな感じで、これは10月分の雑記が入ってます。10月分の雑記これくらい書いてました。まあこれは毎日書いてるわけじゃないからあれなんだけど、シールを適当に1枚貼って日付と曜日を書いて、あとこれは万年筆で書いてます。10月はセーラーの四季折の金木犀っていうインクを使ってました。ずっとこれで書いてるね。こんな感じ。別に内容は大したこと書いてないからそんな見せるもんじゃないんだけど、こんな感じでとりあえずシールを貼って書く、これを繰り返してます。なんかめくるの適当すぎない？この辺さっき紹介したちいかわ付箋を発掘したのでそれをシール代わりに使ってるとこかわいいね。かわいいねであと写真余ったやつ貼ったりしてる。そ
そんな書かない。最近は全然なんか書いてない。最後が10月27日で、その前が10月22日。本当にね、最近体調が良くない。手帳をかける体調じゃなかった。で、ここはさっきの M5 に挟んでたデイリーのやつ、いらなくなったやつを挟んでて、でこれもメモリフィル、持ち歩きしなくてもいいやつはこの辺に挟んでます。こんな感じで、これはプロッターのゴムバンドリフィル、こういう感じで挟んで使ってます。これをね、10月分の雑記とかデイリーとかは抜いて、11月また空にしてから使いたいと思います。で、3冊目はこの3年連用手帳。これ2022年から2024年のなんだけど、2022年で終わってたやつを最近復活させましたこれどこのだっけな、博文館の3年連用手帳です。これ紹介動画も前に出してるはず。こんな感じです。で、これはシャンパンゴールド、かわいいよね、この色。これ使い始めた時はエンタメ記録手帳として使ってて、こんな感じでここにその日見たテレビとか動画とか、あと漫画とか、そういうのを書いて3年たまったら面白いかなと思って始めたんだけど、これどこまで続いてんだっけな、1ヶ月も書いてるね。ここで終わってる、多分2月6日で終わって、でこの辺また夏頃また使い始めて、多分ね8月っていろいろ手帳の情報解禁とか発売されたりする時期だから、夏って手帳をまた使いたくなるんですよ。だからその時にまた使い始めたんだと思うんだけど、これもね多分1ヶ月ぐらいで終わってる気がする。9月、2ヶ月書いてるね。8月9月は書いてました。2022年の私。その時ハマってるものをこうやって見返すと面白いかなと思ってやってたんだけど、中途半端に書いてても面白いね。この時ワンピースめっちゃハマってた時だ。めちゃくちゃ読んでた。ワンピースと K-POP にハマってたっぽい。でこれをねどうやってまた復活させたかというと、この辺に写真を貼ってるんだけど、私の推してるストレイキッズのアイエンくんのその日に発表された、その日にアップされた写真で一番好きなやつを選んで印刷して貼るというのを10月から始めましたこれめっちゃ楽しい。とてつもなく楽しいんだけど、ちょっとこれ今有料コンテンツの写真とかも貼っちゃってるからだいぶモザイクかかってると思うんだけど、この週は大丈夫か。こんな感じで枠のサイズに写真を印刷して、その日インスタとか X とか、あと動画のスクショとか、そういうの中で一番これはいいと思った
写真を印刷して貼ってますこれがねとても楽しい。写真は週1ぐらいでまとめて印刷して貼ってるんだけど、その作業がとてつもなく楽しいです。これ文字書いたりシール貼ったりしようかなとも思ったんだけど、やることが増えると続かなくなっちゃうので、写真を選んで印刷して切って貼るっていうシンプルな中身になりました。で、私がストレイキッズにハマったのが2023年の1月末からなので、ちょうどねここ空いてたんですよ。2023、2024だからちょうどいいなと思ってやってみました。これもいつまで続くかは分かんないんだけど、私は別に手帳はその時やってる時に楽しければいいタイプなので、今は楽しいからそれでいいですでもこれ今年2024年で終わっちゃうから、2025年からの3年連用手帳も買いました。もう我慢できなくて。それはまた今度2025年に使う手帳の動画撮ろうと思ってるので、それで紹介したいと思います。これは私のオタクの記録を、オタク全般の記録をつける手帳から推し特化型の記録用の手帳に変身しました楽しいです。おすすめします。次は4冊目、暮らし手帳を先週からやっと使い始めました。ずっとね能率手帳を使うか暮らし手帳を使うか悩んでたんだけど、能率手帳の限定色2025年のやつこの間発表されて、それがいまいち私にグッとくるものがなかったので、どっちを使うか悩んでたけど暮らし手帳を使うことにしました。で、書き始めたのはまだ1週間分しか書いてないんだけど、こんな感じで推しの写真を貼って文字を書くだけの推し手帳になりました。これねまだ書き始めたばっかりだから探り探り書いててめちゃくちゃごちゃごちゃしちゃったんだけど、こんな感じで写真を印刷して、でその日あったこととかを軽く書いてます。本当はね最初は写真を貼らずにその日のことをちょこちょこっとメモ書き程度に書く用の手帳にしようと思ってたんだけど、せっかく可愛いし写真も貼りたいし、で能率手帳より大きめだから大きい写真も貼れるしということで、写真を貼っていいことにしたら初週からこんなにこんなことになってしまった。とても楽しいです。で写真はこの枠のサイズをこの1の枠とかこの横幅とか縦幅とか測って、それにぴったり合うサイズで印刷をしてみたんだけど、ぴったりサイズすぎて余白がなくてぎゅうぎゅうなので、この辺とかもねこの2周にまたがって貼ってめっちゃギリギリになっちゃって、なんかギュウギュウしてるから、ちょっと一回りずつ写真は小さくしてまた今週印刷しようかなと思ってます。これはね1週間分これはまとめて書きました。さっきトラベラーズノートに挟んでた入れ子手帳を見ながら書いてました。これはね楽しいから続けたいなとは思ってるんだけど、全部は書けないかな。書きたいなと思った時だけ書こうと思います。でウィークリーはこうやって使ってるけど、マンスリーはまだ全然何も書いてないです。ここをどうしようかなと思って。記録用の手帳は他にもあるから、ここの使い方を考えなきゃいけない。使いながらいい使い道思い浮かんだらやろうと思います。
でこんな感じです。でここのリストがついてるんだけど、ここは行った現場の記録とか予約した CD の記録とかそういうのを書き残していこうかなと思ってます。暮らし手帳はオタク色に染まる予定ですで最後は無印の英語サイズのリフィルノートです。これだいぶなんか厚みが出てきた。これもね前に紹介してから中身の使い方自体は変わってないです。こんな感じで、これはカード用のポケットにここに推しの誕生日の日付のメッセージカードが売ってて、これを挟んでます。これね活版印刷で印刷されてるから動画では全然わかんないと思うんだけど、なんかいい感じ語彙力がないからあれなんだけど、しかも活版印刷じゃないかも、凹凸がない。でも多分一個一個こう機械じゃないやつで印刷してる感じのやつ、全然なんか説明できないんだけど、それを入れてます。かわいい。でここにトレカをいい感じの位置になるようにこうメンディングテープで留めてこんな感じにしてます。緑系で合わせたような気がする緑だった。でここにはハングルの50音表みたいなやつ、全然名前覚えらんないんだけど半節表を入れてます。本当に簡単なやつなら読めるようになってきました。単語の意味とかはねまだわかんないけど勉強しないといけない。でここにインデックスを3つ入れてます。これ紙のインデックスだからさ、この端っこがボロボロになってきた。でここにはこれはリフィルノート用のリフィルではないんだけど普通の英語サイズのルーズリーフ用のだから、ここちょっとはみ出てるんだけど、ジッパーのクリアのポケットにこれセリアかなで買ったちいかわの小さいクリアファイルを入れてます。これかわいいよね。この中にとりあえず今ライブのチケットを買った時のレシートが入ってます。で最初のタブは何でもメモゾーン、ね、100均で買った方眼のリフィルとあと罫線のリフィルを入れてて、ここにとりあえず思いついたこととかを何でも書いてる。手帳のことと YouTube のことが多いんだけど、なんかいいとこないかな。ここかな。これ M5 にメモしたやつをここに持ってきて貼って、来年の推し手帳をどうするか手帳会議してたページ、頭の中で考えてもまとまらないから一回書き出していくといい感じで、 YouTube 撮りたい動画のメモを書いたりしてます。でこれリフィルを2種類挟んでるんだけど別に使い分けとかはしてないです。適当に挟んでるから、これ開いて出てきたやつにただ書いてるだけで、2番目は編み物系のメモを書いてます。こんな感じで編み方書いたり、これ今セーラー服をいっぱい編んでるからそれをなんていうの試行錯誤したメモとか、こんな感じ。これはスキズのグッズに入ってた
クマークをこういう細長いクリアファイルに入れて、ここに穴を開けて真ん中と両端だけ残して、こうやって閉じれるようにしたやつで、あとはこれダイソーで買ったミニルーズリーフもここに挟んだりしてます。こんな感じで編み物しながら、ここにメモしながらやってます。ここにも予備のリフル入れて、最後は無印のマンスリーのリフィルを入れてます。ここはね、まだ全然できてない。まだこれ推しのまとめのマンスリーにしたくて、ここにずっと入れてるんだけど、ずっと書いてない。もう2024年終わっちゃうのにあと2ヶ月で、今年中に書けるかわかんないけど、書きたいという意欲はあるので入れてますで、こんな感じで終わり。リフィルノートね、ちょっと厚みが限界ギリギリくらいになってきたから、もう一冊同じやつ買おうかなと思ってます。表紙はね、クリアのやつがいい。こうやっていろいろ挟めるから。ということで、こんな感じで10月に使った手帳はこの2冊と、ここに入ってる入れ子手帳、これが新しく増えた、使い始めた手帳です。一気に3冊増えちゃった。手帳のね、オンシーズンになると絶対手帳いろいろ使いたくなって増えるんだよね。で、使っていくうちにまた減ってく何冊残るか見ものですね。何冊残るかな。とりあえずこの M5 とライツとプロッターは変わらないと思う。で、あとこのリフィルノートも変わらないと思う。この辺が怪しいね。続くかどうか怪しい3冊。来月どうなってるかお楽しみにということで来月12月に入ったらまた新しく使いたい手帳もあるから、何冊になるんだろう。私も自分で全然わからないけど、増えることは確実かな。まあさっきも言ったけど、私は使いたい時に使いたい手帳を使えれば満足だから、別に続いても続かなくてもいいんだよね。その時が楽しければいいので、そんな感じで毎月毎月いろいろちょこちょこっとずつ変わりながら使っていってます。またね、いろいろな手帳動画見てたら欲しい手帳が増えてってるんだけど、とりあえず11月もこの布陣でいこうと思います。また来月どうなったか動画にしようと思うので、気になる方は見てください。では、ここまで見てくださってありがとうございました。また他の動画も見てくださると嬉しいです。じゃあねー。バイバーイ。